教室マスクだらけで、でその授業の時にだけみんながパカッとなんかそこでも周りもからも結構プレッシャーがあるんですか？みんな新しいもの買ったりとか。そうみんなもやっぱお金かけてくるから。Hey guys and girls, on Ask Japanese, it's Katha Kat. Studying beauty and fashion in Tokyo seems to be like a dream come true. I met students who went to fashion and beauty colleges here in Japan and asked them what their actual problems are and what studying these subjects is really like. Let's go and Ask Japanese. 今、学生ですか？学生です。何を勉強してますか？服飾です。ファッションスタイリストになるために2人とも頑張ってます。じゃあスタイリストを勉強するのに一番苦労してるところは何ですか？撮影があるんですけど、その作品を自分たちでコンセプトとか考えて撮るんですけど、服を揃えるのが本当に大変です。なんか借りたり買ったり自分で買い揃えないといけない。そうです。結構お金かかっちゃう。そうです。でそのためにバイトして、じゃあ結構どれぐらいお金をその一つの撮影のためになんかたまらなくちゃいけないんですか？1万円以上はかかります。でもまあその後は自分のコレクションになる。着たりもするけど、自分の好きな服とは別のなんていうんですか、そのコンセプトがテーマがあるので、全然着ない服も買わなきゃいけない時もあるので、後で使うかなみたいな一応ね。じゃあプロジェクトごと毎回1万円かかるってことですね。まあ大げさに言ったら借りる時もありますけど、友達が持ってたら、でもまあなかったら買うしかないんで。ってことは今自分の学費とプラスアルファ結構かかっちゃうんですか？そうですね、かかります。なんかルームシェアとかあんまりしないんですか？日本では。一人暮らしです。一人暮らしです。一人暮らしで苦労してるところは何ですか？お金が大変ですね。やっぱりなんかバイトして帰って光熱費払ってとか、お金が本当になんか足りないなっていう。なんか実家暮らしの子と遊んだりとかするとやっぱいいなみたいな。服お母さんに買って、あ、そっかいいなみたいな、買ってもらえるんだいいなみたいな。助かる、いいな。家に帰ってご飯がないそれは確かにからやっぱ親のありがたみが分かりますね。誰かがご飯作ってくれるんだよなって、自分がいらないもの買い揃えなくちゃいけないと、プラスアルファそこでなんかメイク買わなくちゃいけないとかそういうのもあるんですか？そうです。メイクもヘアも全部自分でやるんで、化粧道具も普段自分使わなくても、今回ちょっとシルバーのメイクしたいなと思ったらシルバーのリップとか揃えたりとか、普段使いってあんまできないものでも撮影だと映えるので、そっちの色の方が派手なもの買ってもまあ普段使えないねみたいなのはあります。なんかそこでも周りもからも結構プレッシャーがあるんですか？みんな新しいもの買ったりとか。そうみんなもやっぱお金かけてくるから、でもかといってめっちゃお金かければいいってわけでもなくて、安くかっこよく済ませれたらやっぱいいよなってのはありますけど、結構みんな新しいもの持ってくるんで、やっぱね負けれないって負けれないなっていう。結構バチバチです。ライバル意識が強いんで、うちのクラスは特に。なんかめっちゃ話聞くとアニメっぽい。ちょっと待ってね。同じ学校ですか？はい。何学校ですか？美容学校です。だからスタイリッシュで。じゃあ今美容学校で苦労してるところとか難しいところって大体何ですか？国家試験に向けての練習とか就活が大変です。就活です。練習はその人形にカットするってことですか？カットもするんですけど、なんかいろいろ、例えばいろいろ教えてください。ワインディングで言ってるのパーマの巻くやつとか、ローション使って髪の毛を形作るみたいな、なんかオールウェーブってやつなんですけど。何年勉強してその試験を受かるんですか？専門自体は2年なんで、多分2年で国家試験取って、そこからまたアシスタントとしてやっていくのがあれかなって感じです。じゃあこれから2人は卒業して就活でアシスタント。そうです。就職活動で今すごい一番苦労してるところは何ですか？なんかライバルが多いとかそういうあるんですか？ありますね。働きたいお店を探すことが大変です。こだわりは何ですか？こだわりの探すポイントとか、これが欲しいとか、これやってほしいとか。カットが好きだからカットの強いお店を探してます。自
自分もカット上手くなるって感じ。そうです。結構いろんなことやりたいのでメイクとかいっぱいできるとこに行きたいなって感じです。じゃあ美容学校でならではの困りとかありますか？エッセンの授業とかあるのでみんなすっぴんとかそういうのがあります。きついんですか？いやもうなんか慣れちゃってもうどうにでもなれって感じなんですけど初めてのすっぴんの日はちょっとドキドキしましたか？みんな隠したよね。なんかもうマスクして直前までマスク取らないみたいな。教室マスクだらけで、でその授業の時にだけみんながパカッと学生生活でなんか気を使ってるところとかありますか？見た目はちゃんとやんなきゃいけないなって思ってて、だから毎日服変えて行ったり、メイクもなんか今日はこんな感じにしようかなみたいな工夫はして学校に行ってます。自分のプレゼンテーションをそうです。今のスタイルとか毎日考えることは高校の時はもうそうだったんですから、それとも本当に入ってから変わったんですか？高校の時が全然そういうのできなかったんで、専門で入ってからすごい変わりました。一番どういったところ変わったんですか？髪結構長かったんですけどめっちゃ切って、あと明るくして、まあそこです。ボランティアとかも行くんですか？例えば私ボランティアやりたい、私の髪の毛やってくださいみたいなのあるんですか？老人ホームとかに行っておばあちゃんとかの髪を先生が切るのを手伝ったり、簡単なエステをしたりするのはあります。優しいですねこの学校。じゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございます。You don't only have to look your best, you also have to make sure that you bring the best items. What we heard is that the students will actually have to pay themselves for the items they are presenting, which means you have to actually already start working on collecting a wardrobe, and then not always the cheapest items will win, so you have to spend a lot of time and a lot of money to prepare all those items. I think that will probably up the price of the already quite pricey colleges here in Japan. I really don't envy the girls for having to do that and the guys for having to do the same. So that's one of the big pitfalls, I would say, financially, because also colleges are generally not cheap here in Japan as well. Also, what in past interviews I have heard is that many students say they themselves also have to work a lot on their personal appearance, which means they have to dress their best, they have to wear branded items. People come in with like Louis Vuitton items to class, and it's really hard to keep up with that if you don't have that amount of money. So they have to put a lot of effort into that, also into the visual appearance. If you look back at this video, all the girls here had very good hairstyles, looked very groomed well, and that's also another thing you have to look out, that you also look beautiful and fashionable at all times. But if you're curious to finding out more, we actually went to Bunka Fashion College, which is one of the most famous fashion colleges here in Tokyo, and asked them a couple of questions in our interview. So if you type on the search bar Ask Japanese and Bunka, B-U-N-K-A, you will be able to find some of the videos where we ask the actual students about life in Japan, about renting and similar things, so be sure to check that out. I hope you enjoyed this video. If it helped you guys, don't forget to subscribe for more stuff here from Tokyo, and leave a like on the way out and leave us a comment. Catch you soon. Bye!